今回はチェーンソーマン第2部3話で、新たに分かったことを解説していきます。この動画はチェーンソーマンのネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。今回のストーリーはデビルハンター部の入部試験のために、校内で悪魔を探す3人の様子から始まりました。メガネの女子生徒は優子。男子生徒は自らを吉田と名乗ります。優子については名字を名乗っておらず、第1部に登場した草壁と容姿がよく似ているものの、血縁関係は不明のままです。この点については後ほど深掘りしていきます。次に吉田についてですが、吉田博文は第1部での登場時も自己紹介で名字だけを名乗っており、間違いなく同一人物でしょう。こうして校内を散策する一行でしたが、優子が学校の中に悪魔なんているのと問いかけると、吉田はここは東京で一番大きい学校だし、空き教室に住み着いている悪魔がたまにいると返答します。ここまでのストーリーで、悪魔討伐の指示を出したデビルハンター部の部員は、街をパトロールして悪魔を討伐してもらうと発言しており、校内に悪魔がいるという情報を得ている吉田は、彼らとは一線を画す存在だとわかります。過去に明らかにされたように、吉田が契約しているタコの悪魔には、周囲に小動物がいないかを確認できる探知能力があり、それに加えて、悪魔は匂いによって判別が可能なため、吉田は契約する悪魔の能力を使用して、この情報を掴んだのでしょう。そもそもですが、朝は戦争の悪魔に体を奪われていることから、吉田の見立て通り校内に悪魔が存在するのは間違いないのですが、吉田が朝の正体に気づいているのかは、今のところ明らかにされていません。仮に朝の正体に吉田が気づいていた場合ですが、人間でも目的のためなら躊躇なく殺す彼の性格から察するに、任務遂行のため確実に討伐できる下準備を整えてから行動に出るでしょう。いずれにせよ大部分が前髪で隠された吉田の横顔には、不穏な空気が漂っています。一方で朝と優子は、悪魔を倒すための斧と刀をそれぞれ持っていますが、優子が持っているこの斧は、天智が初めて魔人を倒した時に使っていたものと同じデザインです。そんな中で優子は自己紹介を始めます。すると自ら最近チェーンソーマンにハマってんだと述べると、吉田はチェーンソーマンいいよね俺も好きと返します。以前も紹介したように、吉田はチェーンソーマンの正体を知る数少ない人物です。そのためか、第2部以降で彼がチェーンソーマンの話題に触れる際は、必ず前髪で目が隠れた状態で描かれています。この表情が読み取れない吉田の顔が、物語に隠された秘密を示唆しているのでしょう。また朝については、過去にチェーンソーマンもコケピーも早く死なないかなと発言しており、チェーンソーマンに対して好意的な二人とは、意見が一致していません。しかしながらこの会話でチェーンソーマンが好きか問われた朝は、まあまあ、っていうか普通と答えており、場の空気によって意見を変えるタイプであることが伺えます。第1部に登場した公安のデビルハンターには、自分の思ったことを率直に伝えるキャラクターが多く、早々に退場した彼らも朝のような一般人と比べると、ネジが緩んでるタイプだったことがわかります。こうして校内を探索する3名でしたが、その途中の廊下で、朝のクラスメイトの女子生徒とすれ違うことになります。すると朝はコケピーを殺してしまった時の、クラスメイトの表情を思い出します。ここでの朝の表情は明らかに曇っており、また目にも動揺が見られ、この描写によって朝がクラスでいじめを受けていることが示されます。その後朝は突如として校内での悪魔探しをやめて、どこかへ逃げ出そうとします。朝の姿を見た吉田は、どうしたのと問いかけるも、髪の毛で表情が隠れていることからその真意は不明ですが、明らかに様子のおかしい朝を気遣います。その直後朝はクラスメイトの女子生徒から陰口を叩かれ、コケピーを殺したことで、クラスでの居場所を失ったことが発覚します。ちなみに朝に陰口を叩いていた女子生徒は、コケピーに唐揚げを勧めていた人物です。そして帰宅を急ぐ朝が下駄箱にたどり着くと、彼女の下駄箱には生肉が入れられており、陰湿ないじめを受けていることが明らかとなるのですが、朝の担任であった田中先生は、命の大切さを教える食育のために、鶏の悪魔であるコケピーとの学校生活を実施していました。しかしながら生徒がいじめに生肉を使っている様子を見ると、コケピーの命は無駄になったようです。朝はこの生肉に動揺しながらも、自分に暗示をかけるように大丈夫とつぶやきます。このような朝の反応を見るに、いじめを受けたのは今回が初めてではないのでしょう。そして朝は生肉の詰められた靴をそのまま下駄箱に残して、
靴を履かないまま学校を後にします。もしこのいじめを受けたのがデンジだった場合、ラッキーと言いながら鶏肉を持ち帰る姿が目に浮かびますが、第2部で登場したキャラクターはまともな感性の人物が多いです。こうして靴を履かずに学校を後にした朝に向かって、その体の主である戦争の悪魔は、裸足で歩くな足が痛いと苦言を呈します。このことから戦争の悪魔と朝は、どちらが表に出ている場合であっても、体の感覚が共有されていることが明らかになりました。また朝についてはすでに死んでおり、脳が半分だけが残されたことが明らかになっていますが、半分だけ残った脳がしっかりと痛覚を持っているようです。このことからこの先の物語で戦争の悪魔が、朝の体を使って戦闘を行った場合、デンジのように朝が痛みに耐えられるのかは怪しいところです。そしていじめを受けたことで学校から逃げ出した朝に、戦争の悪魔は私が解決してやろうかと問いかけます。その解決方法がどうであれ、この言動からは戦争の悪魔が不器用ながらも、まともな性格であることが伺えます。またこの会話で、悪魔のコミュニティでもいじめが発生するという事実が新たに分かりました。加えて流動性のないコミュニティという条件付けから、悪魔も人間のようにコミュニティを形成するのが、ごく一般的な事象のようです。第1部の物語では、コウモリの悪魔と昼の悪魔は恋人同士であり、チェンソーマンに複数の眷属がいたことを考えるとこの発言には納得です。また第1部ではチェンソーマンと戦うために、4人の騎士と武器の悪魔たちがチームを組んでいた、とマキマが発言していましたが、マキマは自分以外の騎士を、チェンソーマンの力で消そうと考えており、コミュニティ内でのトラブルも日常茶飯事なのでしょう。肉まみれの靴を置いて大丈夫とつぶやき、どこかへ行ってしまった朝でしたが、その姿を見た優子が、朝と同じく靴を履かないまま彼女を追いかけてきました。そして朝に対して大丈夫じゃないじゃん、やっぱ痛いよ、と声をかけ、いじめというワードは出さずに朝に寄り添う様子が描かれます。このように優しい心の持ち主である優子は、これまで作中で登場したキャラクターの中でも最もまっすぐな性格で、根っからの善人と言えます。こうして朝に追いついた優子は、自身の靴を片方だけ朝に貸そうとしますが、朝はいらないと断ります。すると優子はじゃあ返して、と朝に言い放ち、突然走り出します。そんな優子の姿を見た朝は、渡された片っぽの靴を履いて、痛い痛い、と叫びながら走る優子を追いかけます。少女二人が同じ痛みを共有しながら街を走るシーンは、作中きっての名場面となりました。藤本達樹先生は過去の読み切り作品、ルックバックやさよならエリでも、学生の青春時代を丁寧に書いていましたが、ついにチェンソーマンの本編でも、このような場面が書かれました。しかしながら、この二人が失踪するカットは、お墓参りのために帰省した早川家の3人と構図が似ており、第1部の連載をリアルタイムで経験した方は、不穏に感じる部分があるでしょう。その後優子は自分の家にたどり着くと、先ほどまで自分が履いていたもう片方の靴を、朝に差し出します。ここで書かれた優子の家ですが、郵便受けにはテープが貼られており、どこか年季を感じさせる外観からも、決して裕福とは言い難い環境であることがわかります。この点については、もし優子が第一部で亡くなった、公安のデビルハンター草壁の妹だった場合、稼ぎ頭の兄が死亡したことで生活が困窮した可能性もあります。そうでない場合であっても、優子の家庭は朝と同様に何か訳ありだと考察できます。いずれにせよ優子が、デビルハンターを目指している理由には、何かしらの裏が隠されていそうです。第一部では小紅が、貧乏から脱出するためにデビルハンターとして働いており、秋は悪魔への個人的な恨みで公安に就職していましたが、優子の背景も今後明らかになるでしょう。ここで朝と優子に関しては黒髪の朝に対して、明るい髪の優子、優と対照的な設定となっているため、実は優子が敵だったという展開を含めても、当面武器化は回避できそうです。また余談となりますが、チェンソーマンの物語では他人の家に上がったり、ドアを開けると、不幸な出来事が起こるという流れがしばしば見られます。この点を考慮すると、優子の家に入らなかった朝はこう判断をしています。その後優子にいらなかったら売って、売れなかったら捨ててと靴を渡された朝は、遠慮しつつも結局はその靴を履いて家路に着きます。帰り道での朝は、クラスメイトとすれ違った時と同様にうつむいているものの、優子から渡された靴が視界に入ったことで、どこか顔つきもほころんでいます。
すると戦争の悪魔に売りに行くのかと問いかけられ、朝は、バカあんたと友達のような距離感で返答しました。この戦争の悪魔の言動は、第一部に登場した電磁に対するパワーのようでもあり、少なくとも支配の悪魔ことマキマと比較すると、かなりまともな性格と言えます。なお吉田については、朝という子が離脱しても追いかけなかったためか、その後どのような動きを見せたのかは不明です。校内で悪魔探しを継続しているか、電磁と合流して情報を流しているといった展開も考えられます。このように第100話では、ストーリーに特段大きな動きはなく、二人の女子の友情が育まれる様子が静かにかつ丁寧に書かれました。しかしながら過去には、このような日常会の次に怒涛の展開が描かれるケースも多く、今後すぐに戦争の悪魔の武器収集が本格化しても、違和感はありません。また今回、戦争の悪魔は優子の靴を自分の所有物にしましたが、異性の場合は行為によって所有の条件を満たしていたものの、同性の場合の所有の条件がどうなっているのかは気になるところです。そして依然として第一部の主人公デンジは登場しておらず、その動向にも注目です。今後朝はどうやっていじめに立ち向かっていくのでしょうか。これまで友達が全くいなかった孤独な朝ですが、心優しい優子や戦争の悪魔を心の支えにして、自信を取り戻して前向きな学校生活を送るといった、一人の少女の成長が描かれる展開も予想できます。しかしながらあえて幸せを与えられて、それを壊された電磁のように、朝も戦争の悪魔によって、大切な友人を武器化されてしまうといった展開も十分あり得ます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。